皆さんこんにちは、ガチログです。先日はファーストインプレッションということでレビュー動画を出しましたが、 DWH5600 の設定項目を今回ご紹介したいと思います。ちなみにね、本日はもうステップ8860歩ということでね、なかなか今日は歩いていますね。そしてバッテリーもようやく4メモリのうちの一番最後になっていまして、残り 25% をもう切っている状態になっています。このあたりもね、バッテリーの持ちに関しましてもね、また検証の方今していますので、また後日お伝えできたらなと思っています。早速にはなりますが、カシオウォッチーズというアプリがあるんですね。そちらと連携してありまして、アプリをインストールしています。そしてペアリングしてありますとね、このマイウォッチっていうところを開きますと、こちらにね、もう登録が入っています。タップしますとね、今接続済みになっていますので、ペアリングされていて常に通知などね、届くような状態になっています。まず見ていただきますと、このランニングっていうのがありますね。これはですね、ホーム画面から左上のボタンを押した時に表示される4つのワークアウトになります。現在は一番最初にウォーキングが表示されるようになっていまして、その他にもランニングやジムワークアウト、インターバルタイマーですね。これらを表示させることもできます。これ実はですね、表示する項目設定とありまして、今私はこのウォーキングのみになっているんですけど、ランニングやジムワークアウトですね、インターバルタイマー、これをオンにしていけば、で、時計に送るとありますね。そうしますとね、こちらにそのデータが反映されまして、この左下を押すことによって選ぶことができるようになります。そして、やっぱりウォーキングだけでいいよってことであれば、もう一度開いて、ランニング、ジムワークアウト、インターバルタイマーをオフにして、また設定を反映させますと、ウォーキングのみになりますね。ということでね、設定がこんな風に簡単になっています。本当にシンプルですね。そしてスマートフォン位置情報の利用とありますけども、これは当然ながらね、一緒に持ち歩いた場合、スマホの GPS を利用して位置情報を地図上にマッピングすることもできます。そしてさらに下の方を見ますと、ライフログとあります。これはですね、この睡眠データや歩数データ、心拍数、VO2max、ステップリマインダーとあります。例えば睡眠データを見てみますと、普段お休みになる時の入眠時刻と起床時刻をあらかじめ設定しておく必要があります。ざっくりでいいと思いますけども、入眠時間と起床時間ね、個人的にこのように入力してあります。そして今現在分かっている範囲になりますけども、この睡眠測定の結果がアプリに表示されるまでは、私の場合は4日間かかりました。設定項目の中にこのポラール社のナイトリーリチャージっていうのがあるんですけども、こちらがね、表示されるまで賞味ね、3日ぐらいかかりますよっていうようなことが書いてあるんですね。ですので、毎日ね、ちょっと楽しみにいたんですけども、4日目にしてようやくね、こちらのデータが出てきました。そしてね、開いてみますと、睡眠モニタリングの結果がこんな感じになっています。めちゃめちゃ細かい感じでね、測定されていることがわかりますね。ただこれが合ってるかどうかっていうのは個人的にはわかりません。それをね、調べる術がありませんので、こんな感じなんだということでね、理解しています。そしてライフログのところに歩数というのもありまして、こちらはね、目標到達のお知らせという感じの項目しかありません。で、さらに心拍数を見ますと、こちらはアクティビティ中の測定値を正確に計算するために最大心拍数や安静時心拍数を設定しますということでね、今自動でオンになっています。また VO2max もオンになっています。そしてステップリマインダーっていうのはですね、一定時間の間歩数が少ないと表示等々で知らせてくれるという、そうしたモードになります。また時計を装着する手首っていうのがありまして、左腕か右腕かっていうのをね、選べるようになっています。さらにトレーニングの頻度っていうのがありまして、個人的には週にだいたい3時間から5時間っていうふうに今してありますね。もっとね、多めの時もあるんですが、あまりね、ちょっと高い目標にしない方がいいかなと思ってね、こちらにしてあります。そしてウォッチフェイスもありまして、これは先日ね、ご紹介した部分になります。3つの種類から文字盤を変更することができますよとなっています。そしてウィジェットっていうのがあるんですけども、こちらはね、タイマー、ナイトリチャージ、ノーティフィケーション、ライフログっていうふうに順番がね、出ていますけど、これは左下にありますモードボタンをこのように押した時に表示される順番になります。ですので、このように順番を入れ替えることもできます。ライフログを一番上に持ってきて、反映させますと、
はい、ライフログが一番最初に表示されるようになりました。ですので、使いやすい順番に並べ替えていただくのと、そして必要なものと必要でないものをね、こちらの方でこのようにオンオフすることもできますので、ぜひね、この辺も購入された方はやってみていただければと思います。そして心拍計測とありますね。先ほどの部分とちょっと似ているところもありますが、これは使うかどうかっていうことになりまして、計測するとありますが、これはね、やっぱりやっといた方がいいかなと思います。で、その上でですね、常時オン、もしくはアクティビティと夜間のみオンと2つ項目があります。今は常時オンになっていまして、その上でバッテリーの減り具合をちょっと見ているんですね。常時オンにすると、私の場合だいたい5日間ぐらいになるんじゃないかなという気はします。もしくはこのアクティビティと夜間のみオンにすれば7日間ぐらいは十分持つかもしれませんね。そして通知を見ていただきますと、コメント欄で質問が多いんですね。通知がね、どんな感じに来るのかとね、個別で選べるのかっていうことになりますが、多くの方にね、もうすでに返答していますけど、個別に通知を、あのアプリが欲しいけど、このアプリいらないとかね、そういったものはできません。ただ、スマホに表示される通知が、ウォッチにも全て飛んでくるということになります。ただですね、時間帯を選ぶこともできます。トレーニング中と夜間は通知の制限はするとかね、そういったことはできます。夜間以外は通知欲しい場合はこちらですね。またトレーニング中以外は欲しい場合はこちら。そして常時来てもいいよっていうことであれば、24時間通知が欲しいよってことであれば常時を選べばいいと思います。個人的にはね、トレーニング中と夜間を除くにしてあります。そして通知音と通知振動ってありますね。バイブになりますけども、通知音は今オフにしてあります。ピピってなるんですけどね。それはオフにしました。で、バイブはオンにしてあります。そしてさらにね、通知のポップ表示っていうのがあるんですけども、これ通知来た時に小さく表示か、もしくは全画面っていうのがあるんですね。ただね、これ正直そんな大差ないかなと思いました。最初全画面にしてあったんですが、こちらのディスプレイに大きくね、いっぱいいっぱいに通知の内容が表示されますが、小さく表示になりますとね、この半分ぐらい表示されるかなという感じになります。そして夜間の時間帯を設定することができます。個人的には開始時刻は夜の10時から夜間にして、終了は朝の6時になっています。この時間帯を指定しておけば、先ほどの通知の時間、夜間だけ通知は来ないっていう設定をね、こちらの時間帯で反映させることもできます。これはね、ちょっとやっといた方がいいかなと思います。そして呼吸エクササイズっていうのもありますね。いわゆるマインドフルネス的なものになりますけど、これ何分やりますかっていうことになりますね。で、さらにアラームの設定もありまして、これは通常通り時間設定した時にアラームが鳴るよっていうことになります。で、スヌーズ設定っていうのもありまして、5分おきに7回鳴るっていうところまでね、やってくれるわけですね。それを4つ設定することができます。で、これに加えまして、実はスマートアラームっていうのもあるんですね。これはご存知の方ももういらっしゃると思いますが、起床予定時刻の前に眠りの浅いタイミングでアラームが動作しますと出ています。こちらのモードを私は使っているんですけど、朝の7時に今設定してありまして、30分前、いわゆる6時半から7時の間で眠りの浅い時にブルブル震えて起こしてくれるっていう、そうしたモードになります。これやっぱりいいですね。ここね、ずっと使っているんですが、6時半に起こしてくれることが結構多いですね。つまり眠りが浅いので相手を起こしてくれてると思います。そしてタイマー機能ももちろんありますね。で、これデフォルトで設定が30分というふうにできますので、個人的にはですね、このモードを1回押すとすぐにタイマー設定になっていて、スタートしますともう30分が反映されていますので、よく使う時間をもうすでに設定してあります。ですので、例えばカップラーメンで使いたいって言った場合、3分にね、したい場合、30分からスタートになってしまうわけですね。じゃあこれじゃちょっとね、使い勝手悪いので、どうしたらいいかって言ったら、下のボタンを押しますと、このように時間をこんな感じで変えることができます。ただここでね、何秒単位を変えるっていうのはちょっと現実的にめんどくさいなっていうのは本当に思いますね。これでスタートさせることができます。で、止めるときは左上になります。左上でスタートして、左上で止めると。これで終了したい場合は、ここの戻るボタンですね。何回か押して戻ることができます。そしてワールドタイムっていうのもあります。位置情報に基づいて現在の時刻をまず決めることができますし、こちらの方に検索でですね、アルファベットのみの検索になりますが、例えばサンと入れますとサンフランシスコが出てきますが、こういう風に場所を設定して送ることもできます。ワールドタイムを見てみますと、今ね、サンフランシスコと出ていますが、
22時10分と表示されています。ちゃんとね、現地時間の時刻が表示されました。そして時刻合わせとありますけども、こちらは Bluetooth とスマートフォンで接続されている限り、定期的に時刻を修正するっていう機能になります。これはね、オンオフっていうことではなく、もうスペアリングしてあればやってくれるわけですね。そして携帯電話探索とありますが、ウォッチからスマホを探すことができます。そして時計の通知の許可とあります。こちらはですね、スマートフォン側の通知の部分になります。そして時計の設定とありますが、これはまた細かくなりますね。操作音、また振動と出ています。操作音っていうのは先ほどから出ているこの音になりますね。これはオンになっています。また操作するときにバイブも振動させるかっていうことになりますが、個人的にはね、今オフになっています。そしてライトとあります。右上を押しますとライトがこのように点灯するわけですね。その時に 1.5 秒表示するのか、もしくは5秒表示するのかっていうふうにね、その点灯時間を調整することができます。またちょっと飛ばしますけど、時計の表示っていうのがあるんですけども、12時間表示なのか24時間表示かを選ぶことができまして、個人的には24時間表示を選んでいます。そして結構大事なところの装着検出っていうのがあるんですね。これ有効にするになっていますけど、腕時計を腕に装着している時を検知することになりまして、これをオンにしていないと通知などいろいろ来てしまうわけですね。ただ置いてある状態の時にも通知とか来てしまいますので、不要なね、バッテリーを消耗することになります。ですね、腕につけている時にしかそういったね、ものが動作しないっていう風にしといた方がいいかなと思いますので、これはね、有効にしといた方がいいかと思います。ということで、ざっと DWH5600 このね G-SHOCK について設定項目見てみましたけど、いかがだったでしょうか。結構設定項目細かいんですけど、いろんなことできるんだなっていうのを本当に見ていて思いましたが、皆さん気になる部分があったでしょうか。そろそろね、使い始めて1週間ぐらいになるんですけど、G-SHOCK に簡易的なスマートウォッチの機能が入ったなっていう感じはします。ですので、こういったね、バリバリのスマートウォッチみたいな感じではなくて、本当にこう簡易的なスマートウォッチライフに使うっていうことができます。ということで本日は以上となります。この動画が良かったよという方は高評価、そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。